皆様、大変お待たせをいたしました。セッション1、働く人とウェルビーイングを開始いたします。皆様に一つお願いがございます。セッション中の動画の撮影はご遠慮くださいませ。本セッションでは、JR 東日本文化創造財団、高輪ゲートウェイシティ文化創造棟準備室長、大阪・関西万博テーマ事業シグネチャーパビリオン命の未来企画統括内田真幌様、クリエイティブオーストラリア開発及びパートナーシップ担当エグゼクティブディレクタージョージ・マクリーン様、スローレーベル芸術監督東京2020パラリンピック開閉会式ステージアドバイザークリス義恵様、そしてプランナー詩人松田智春様にご登壇をいただいております。それでは内田様、マクリーン様、クリス様、松田様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では松田でございます。今日はモデレーターということらしいので、私の方で進行をいたします。それじゃあお三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ですね、じゃあ早速、お話を始めたいと思います。それで私以外のお三方は立派な肩書きが終わりになりましてですね、今ご紹介がありましたので、ちょっと私の自己紹介を最初にさせていただきながら、全体のイントロダクションになるように少しお話ししてみたいと思いますので、よろしくお願いします。そうしましたらスライドを使わせてもらってよろしいでしょうかね。はい、今ちょっと自己紹介出ました東京の人間でございます。で、企画の仕事とご覧のような、職場でですね、企画の仕事をしたり、大学で教えたりしています。それで、ホーム文化と居場所みたいな全体テーマだそうですけれども、これだけその仕事先があるとどこがホームかちょっと分からなくてですね、どちらかというと巡回先みたいな感じになってます。でその最後にパン店パンイチマスターって書いてありますが、これは去年の暮れにですね自宅でパン屋始めまして、ですから居場所ってことでいうとそこが一番居場所っぽいですね。私さっきまでパン作って売ってましたけれども、家内に任せて出てまいりました。じゃあ話続けますね。それで今ずらっと名前がありましたけれども、その中で一番ホームに近いのが、スパイラルというですね、表参道にあります民間の文化施設ですね、アートセンターでございます。でもう、来年でですね開館40周年になる、老舗ということになってまして、京都の下着メーカーのワコールが、40年ぐらい前に表参道に開いた、複合文化施設であります。でここに30年ぐらい前に合流しまして、このテーマがですね、生活とアートの融合っていうんですね。で今やもうそんな世の中になってますけれども、それを推進してきたセンターであります。でそこで企画の仕事をしてまいりました。そのスパイラルの中でどんなことをしていたかというお話を続けます。でこれはランデブープロジェクトというふうにちょっと書いてありますけれども、スパイラルのそうだなこれ2000年に始めているんですが、それまでスパイラルは15年間も活動していますね。でそこでいろんなアーティストの人たちであるとかつながりができてます。でそれを世の中のいろいろなビジネスであるとか研究であるとかそういうことにつなげて新しいサービスやプロダクトを開発しようという、そういう趣旨のプラットフォームですよね。異業種交流といっても構わないんですが、もう今非常に当たり前になっているようなやり方ですけれども、2000年に始めたということであります。で写真写ってるのが例えば身につける掃除機のプロトタイプをこれパナソニックさんとやったりとか、それからそちらから見るとどうですかね、
ちょっと写真が小さいんだな。左下がですね、昆虫が直接、トルソーに貼ってこう服を作るプロジェクトなんていうのをファッションデザイナーの方と東京農大の科学者の方とご一緒したり、そんなことを旺盛にやっていた時期があります。で、実はお隣のクリス芳恵さんとはこのちょっと後かな、2003年ぐらいだった気がしますけれども、このプロジェクトを知っていただいて、それでこう知り合ったということであります。で、クリスさんその頃はですね、まだ杖もついてなくて元気いっぱいの女性でしたけれども、ちょっと膝が痛そうだったんだよね、実はその頃から。そうですね。それで、その後病気されてしばらく、闘病が続いたんですけれども、ちょうどその退院される頃にこのランデブープロジェクトの横浜版っていうのがあるんですが、そこの、ディレクターやってよってことで、お願いをして、それからのお付き合いになります。それが元になってスローレベルっていうね、後ほどお話出てくると思うんですが、できてきたりしているということであります。じゃあ話続けます。これはですね、ちょっと一つだけ動画をご覧いただけます。もう20年前ですよね。このランデブープロジェクトの中の、作品の一つですね。自動車に尻尾をつけるプロジェクト。自動車っていうのは、警告信号しか出さないんですよ。ハザードとか、それからクラクションとかね、つまり危ない危ないって言って走ってるだけなんです。でも実際に運転してみたらお礼を言いたい瞬間ってやっぱあるんですよね。でそういうものを、お礼を言うためのデバイスを開発してこなかったんです。自動車産業っていうのは100年ぐらいあるはずですけれども、でそれをお礼を言うためだけの、装置を開発したいというふうに、アーティストの八谷和彦さんがですねおっしゃって、それを作った。でありがとうって文字が出ればいいんじゃないかとかいろんな意見ありましたけれども、日本語読めない人どうするんだとか、直感的に伝わらないってことで、尻尾になったんですね。それでこれがなんていうか典型的な利用シーンですね。ちょっと車列に入れてもらって尻尾を振ると後ろのお姉さんがにっこりしてるっていう。で、これ今のはプロトタイプですね。試作品です。で実はこれ商品化されてですね、売ってた時期があるんです。で1万円を切る価格で頑張ろうってことで、すごくコストダウンしたら、全然尻尾がなんていうんですかね、動かなくてですね、ちゃんとそれで、商品としてはうまくいかなかったって、そんなことですね。こういうことをアーティストやメーカーの方と、やっていた時期があったということですね。それで、どんどんいきます。で、そういうプロジェクトをやってると仲間が増えて街に引っ張り出されたりとか、いろんな仕事をですねありがたいことにやらせてもらうことが多くなりました。で、僕の仕事は町の仕事か物の仕事か、あと詩人なもんですから詩の仕事か、そのどれかなんですけれども、例えば町の仕事でいうと、道後温泉の活性化のための芸術祭であったりとか、それからそうですね、瀬戸内の工業地帯での工場芸術祭であるとか、あるいは二子玉川でのアートフェスティバルであるとか、そういうもののディレクターをやってきました。で、町の人の気持ちが何て言うんでしょうかね、自分たちはこの町の一員であるって感じ方普通なんですよ。みんなそうだと思うんです。でも大事なのはこの町が自分たちに属しているって逆のですね実感を持つことがやっぱりすごく町づくりにとっては大切だと思っていまして、その実感を得るためにはアートの大規模なインスタレーションなんていうのはとても効果があるんですよね。でそんな考えでやってきております。次いきます。物の仕事も山ほどあるんですけれども、一つだけで、これはタオル、今治タオルって有名ですけれども、
今治タオル、今治の産地ブランディングが始まった、そうですね、十数年前ですね。その頃に僕はものづくりの方のプロデューサーとして入りました。でその時に考えたのが、タオルを目の見えない人たちと作ろうと思ったんですね。それで、つまり、手触りの専門家だというふうに考えました。ですからこのプロジェクトではアーティストの代わりに目の見えない方に入ってもらってます。であさってかな、別のセッションに出られる、ダイアログ・イン・ザ・ダークの志村清江さんとご一緒して、そこのアテンドの人たちと一緒に普通のタオルを作りましたね。ですごくいいタオルができて、今でもロングセラーです。でこのメーカーの中にタオルをめぐるこう手触りのですねボキャブラリーがすごく増えましたね。でそんないい効果がありました。では次いきます。詩の仕事です。詩を書いたりするんですが、ちょっと2つだけご紹介して、どちらかというとこのプロデュースの仕事でありますが、オブラートというですね、グループ、詩人のグループを作ってます。谷川俊太郎さんとこう何かやろうよって始めた仕事でありまして、詩を本の外に、開くということで、本以外の仕事をしようということです。ご覧の通り T シャツに詩を刷ったり鉛筆に刷って順番変えたりってこといろいろやりましたで、一つ、顕微鏡で読むガラスの刺繍っていうのも作りました。で谷川さんに5編、書き下ろしをしてもらいましたけれども、プレパラートに200ミクロンですね、人間の受精卵と同じサイズですが、エッチングをして、作ってます。5枚入りですね。でちょっと次に行こうかな。これはよいしょ。これプレパラートに池の水を垂らすと行間を生命が泳ぐって、これが見たくてやったんですが、どう作ればいいか分からなくて東京工業大学のですね支援を得ながら、1000セット作ったりしてます。時間があんまりないのでどんどんいきましょうね。もう一つだけいきます。でよいしょ。これ最後のページですが、これはさっき小さい詩だったのでこっち大きい方です。でこれは「遅い遅い遅い詩」という作品ですけれども、3回上映してるんですね。これ今写真写ってるのは海老名です。でこれは、カラーコーンってありますでしょ、工事現場のね。あれをピクセルにして毎日それ順番入れ替えて1日1文字ずつ文字を出しました。で2週間です。だから14文字で、その14文字で一編の詩で、その詩を5人の詩人がリレー、一文字リレーの形で作ってます。なのでパッと見ても何のことやら分かりません。でこれの考え方は町と同じ大きさの詩を作るっていうことなんですね。で町っていうのは大きくて常に断面しか見えないんです。で詩もそれでいいという考え方です。で頑張ってみればウェブ上に写真上がりますので全体を読むことができます。それから一人の人の作為でできていないっていうところも、町と同じだということで、そういう表現をさせてもらいました。でこの作品は日本空間デザイン賞の2002年のこれグランプリですね、空間オブザイヤーをいただいたりしています。ちょっと喋りすぎましたが、私の自己紹介はそんなことでありまして、アートを社会に出してくるとどんなことが起こるかって話につながっていくといいなと思います。ではちょっと時間をオーバーしたので、はい、大丈夫です。お願いいたします。はい、続きまして皆さんこんにちは。スローレーベルの芸術監督のクリスと申します。私の方からも、スライドを使って自己紹介をしていきたいと思います。早速いきます。改めましてクリスです。アーティストとかアートプロデューサーとかその時々によって肩書きが変わるんですけれども、ざっくりとアートに関わる仕事をしています。で先ほど松田さんのプレゼンテーションの中にあった横浜ランデブープロジェクトというプロジェクトをですね2011年にお声掛けいただいて、今この写真にあるのが杖を2本ついている状態なんですけど、2010年に私は大きな病気をして、足に障害ができて、で11年に横浜ランデブープロジェクトのディレクターになり、そのプロジェクトの中からこのスローレーベルという団体を作っています。で初めはブランドの名前だったんですけど、2014年に、NPO 法人化しました。
で今はそこの芸術監督という肩書きで活動してます。で私はこの、スローレーベルの活動をする前から多様性と調和というようなテーマでずっと長年活動をしてまして、異なる文化の人をつなげて、そして対話や共同のプロセスで新しい価値を生み出すというような活動を幅広くいろんなジャンルの人たちと一緒にやっています。でアカデミックなバックグラウンドでは造形大学のアートマネージメントだったりとか、あとイタリアのミラノのドムスアカデミーというところで、ビジネスデザインを勉強してきました。で私の、やってきたプロジェクトの中で、またはスローレーベルのプロジェクトの中でおそらく一番大きなプロジェクトがこの、東京2020パラリンピック開閉会式の、仕事だったと思います。実はその1個前の大会のリオの大会の、閉会式のフラッグハンドオーバーからずっとこのプロジェクトに携わっています。でステージアドバイザーって何やってたのって聞かれるんですけど、もう本当に企画コンセプトを考えるところからキャスティングしたりリハーサルしたり、または本番当日は音声ガイドや字幕のガイドやそういう、ところまでかなり初めから終わりまで全てのプロセスのダイバーシティインクルージョンとか、またはアクセシビリティっていう観点からの監修をしておりました。でいきなりこんな仕事ができるようになったわけではなくてですね、きっかけがあります。でそれは2014年に横浜でパラトリエンナーレっていうフェスティバルを立ち上げたタイミングで初めて障害のある人たちとパフォーマンスを作るっていう活動を始めるんですね。でそこが一つの出発点だったかなと思います。でこれその時の写真だったりするんですけど、当時2012年のロンドンのパラリンピックに影響を受けて、東京のパラリンピックでも同じように障害のある人たちが活躍するセレモニーを作れたらいいなと思ってこういうプロジェクトを立ち上げてみたものの、本当に障害のある人たちのプレイヤーが少なくて、でそこには舞台に上がるためのアクセシビリティのさまざまな見えるバリア見えないバリアがあるっていうことを知ったんですね。でそれをなんとか解消して、障害を理由に舞台に立つことを諦めなくて済むような、そういう環境を日本の中でも作りたいなと思って、15年から20年まで、研究開発をしてきました。で一番大きな成果でもあり、東京大会のレガシーでもあると思うんですけれども、アクセスコーディネーター、それからアカンパニストという、専門人材を生み出すことによって、この中からと外から安全を見守るスペシャリストたちと、演出振付家が三角形のフォーメーションを組んで、そして誰も見落とさない見逃さない、形で安全にリハーサルを進めていってレベルハイクオリティな作品を作るっていう、そういうフォーメーションだったり、環境の作り方っていうところを開発してきたっていうのが一つ大きな成果だったかなと思います。でその結果ですね、2020年2021年ですね、パラリンピックの開会式ですけど、この時はオーディションをやるっていうことに非常にこだわって、で結果5000人を超える方からの応募をいただき、160名の障害のある人たちが大きなスタジアムの開会式の舞台に立つことを実現しました。で160人っていうその障害のあるパフォーマーの数字に対してですね、アカンパニストが12名、それからアクセスコーディネーターが10名ですので、いわゆるそのマンツーマンでペアダンサーのような動きをする人ではなくて、多様な人がいるその環境の安心安全を作る立場、そういう役割としてアカンパニストやアクセスコーディネーターがいたというのが、この数字から見て想像していただけるかなと思います。で無事にパラリンピックの開会式までたどり着いたんですけど、そこから今私たち数年経ってます。でパラリンピックの開会式までに作り上げてきたさまざまなアクセシビリティのノウハウをいわゆる舞台芸術の世界とか、またはエンターテインメントの世界にどうやってインストールしていくかっていう活動をこの数年やってるんですね。でその中で私たちが今現在感じている課題っていうのがいくつかあります。
でそちらを今日はちょっと皆さんとシェアさせてください。まず一つは、どうしてもなんか障害のある人たちの舞台の活動っていうのが、ケアとかコミュニティアートっていう領域でこうくくられてしまって、なかなかこう主流の舞台芸術の世界またはエンターテインメントの世界に、その舞台に立っていくっていうことが、なかなかこう難しい、そこまで生ききれてないなっていうのが、現状としてあります。私この間8月夏にヨーロッパを巡ってきたんですけど、やっぱりヨーロッパとかに行くともっともっとこうメインストリームのフェスティバルの中で障害のある人たちが混ざって舞台に立っている、もしくはハイレベルな作品を作ってきちんと芸術作品として評価をされてるっていうシーンが多いと思うんですけど、なかなかまだそこに私たちはたどり着けてないという実感があります。で一方でこう生きづらさを抱えている人っていう言葉、皆さんよく聞くと思うんです。で障害者イコール生きづらさを抱えている人みたいな、なんか漠然としたイメージがあると思うんですけど、私はこの数年いろんな活動をする中で感じているのは、私の周りの障害のある人たちって割とみんな楽しそうに好きなことやって生きてるなって思って、もちろんみんながみんなそうではないと思うんですけど、少なくとも私の周りはそういう仲間が多いんですね。でじゃあそうではないいわゆる健常者と言われる障害のない人たちはどうかなって思うと、実はなんかそちらの方がすごい生きづらそうというか、いろんなこう同調圧力とかハラスメントとか、なんかいろんなこう課題を抱えながら頑張って生きてるっていうなんかこう必死さがあって、なんかちょっとこの生きづらさを抱えている人って誰なんだろう、もしかして本当に私たちがこのアートを通じてウェルビーイングを届ける人たちってここにもいるんじゃないみたいなことを感じているっていうのが、このパラリンピック後の私が感じていることです。でこれらの課題を踏まえて今年の3月にキックオフした新しいプロジェクトがあるので、そちらはちょっと映像でぜひご覧いただきたいなと思います。アースピーシーズは大工を奏でるんですけれども、蓮沼修太さんを音楽監督に迎えて公募でプレイヤーを募って1日完結型で演奏するというちょっと変わった音楽会です。今回演奏に参加されるのは、音楽のジャンルやプロアマ問わず自分の表現や世界を広げるきっかけにしたい方、または病気や介護や子育てや仕事というさまざまな事情で誰かと演奏する機会を失った方など、10代から60代までの29名の公募プレイヤーの方に参加いただきます。音楽家の蓮沼修太さんが書き起こす音楽の設計図をもとに大工の合奏に挑戦していただきます。で今回事前のリハーサルを行わない1日完結型という、従来の音楽の常識を超えた形式を採用しているんですけれども、完璧を追求する芸術的価値観がある一方で、それによって誰かと一緒に演奏する機会を失う人たちを取り残さないっていうことの、意義や価値を、今この時代に改めて問いたいなと思ってこういう形をとってます。今回のアースピーシーズは音楽会を作るプロセスの中でサステナビリティとかアクセシビリティっていうそういう意識をみんなで高めていこうっていうそういうソーシャルアクションでもあります。でいろんなこう舞台美術だったり衣装だったりいろんなこう音楽会を構成する要素の部分にそれらのアクションが込められたそういう音楽会です。舞台美術に関しては、欧州の舞台芸術におけるサステナブルな取り組みについての研究を行う舞台美術家の大島ひろ子さんにデザインを手掛けていただいてます。この美術に使っているのは古い布を使って演出してるんですけれども、それは横浜の青葉区を拠点に活動する認定 NPO 法人森ノートさんという布を使ってこういろんなサステナブルな活動をしている団体の方たちに実際に布の提供とかまたは縫製っていう部分にご協力をいただいてます。3月16日に行われるパフォーマンスで、演奏をする方とあとはお客様として来られる方につけていただく蝶ネクタイです。蝶ネクタイの、ベースをミナ・ペルホネンさんのこういった生地を使用させていただいて、
それで、そこのベースの形はインフィニティのマークにしたんですけれど、障害児を育てているお母さん方にこう楽しんで好きなように一個一個違うような表情を作ってもらって、みんなで一緒に縫い付けて作りました。一つ一つにシリアルナンバーをつけて、でデコレーションの表情も変えて、世界に1個だけの蝶ネクタイを作っています。今回ワールドプレミア初開催で、ちょっとどんなことになるのかみんなわからない中ドキドキしながら準備をしているんですけれども、きっとこの日にしか聞けない奇跡の音が聞けると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、今年の3月にワールドプレミアということで初開催したアースピーシーズという音楽のプロジェクトの映像をご覧いただきました。でこのプロジェクトはパラを超えていくっていうパラの2020年大会までの経験をさらに超えて先に進めていきたいなと思って作ったプロジェクトで、私たちはやっぱり私は長年アートに関わる仕事をしてきて、アートの可能性アートの力を信じているわけです。でたくさんのその生きづらさを抱えている人が社会にいる中で、なるべくその人たちにアートを届けられたらいいなっていうふうに思っています。でこの今の演奏28名の方が参加してたんですけど、そのうちの12名は障害のある、ミュージシャンたちで、実はそれ以外の方見た目には分かりづらかったかもしれないですけれども、病気を理由にアーティストの活動を続けることが困難になった方とか、または子育てとか仕事とか親の介護とかそういう理由で、大好きだった音楽活動を、諦めなきゃいけない。例えばこういう大工とか、こういう合奏するものだと練習に通わなきゃいけない、リハーサルを重ねなきゃいけないっていう中で、例えば介護中の親御さんが体調崩したらそこをキャンセルしなきゃいけない、迷惑かけちゃうからやっぱり参加できないとか、そういうさまざまな理由で本当はアートによる心の栄養というか、そういったものを求めてるにもかかわらずなかなかアクセスする機会を失っている方、そういう見えない生きづらさたくさんあるよねっていうことで、そういう方たちでも参加できる形態ってなんだろうっていうふうに考えた結果、1日完結型で実施するというチャレンジングなそういう大工演奏会になりました。で今日はせっかくなので、この3月に発表したものをこの先どのようにしていくのかっていうところも少しシェアしたいんですけれども、まず一つ今考えているのは、働く人がたくさんいる場所、またはその方たちを介してそのローカルなコミュニティとつながれる場所、そういうところにこのプログラムをインストールしていけたらなっていうふうに思ってまして、で今この写真に出てるザ・グリーンっていうのは千葉の印西にある
グッドマンさんという物流会社が運営されている商業施設なんですけれども、そこで働く、物流倉庫で働く方々と、地域の住民の方々と一緒に、このプログラムをやっていこうというそういう計画があり、年明けからスタートすることになってます。で実はこのグッドマンさんはオーストラリアが本拠地の会社なので今回ちょっとオーストラリアつながりということでご紹介できたらなと思って1個事例で挙げました。であともう一つはこの3月のワールドプレミアは5話になる人たちがみんな日本人だったんですけれども、私はこのアースピーシーズって言ってるのはやっぱそこがアース世界の多国籍になること、もしくはその先には地球を構成するのって人間だけじゃなくていろんな植物動植物やまたはいろんなロボティクスとか AI とかいろんなテクノロジーっていうさまざまな要素で今私たちの地球って構成されていると思うので、そういう人たち人でもないかもしれないそういうさまざまなピースを集めてその新しい新時代の大工を2030年に一つ完成させるっていう目標でやってるプロジェクトでなのでこのプログラムをですね来年再来年とちょっと世界にも海外に持っていくっていうことを今チャレンジしようと思って準備をしているところです。でもうそろそろ最後の方に近づきますけれども、じゃあなんでこのパラリンピックのレガシーっていう東京大会で行ったものを私たちは一生懸命社会に広めようかとしてるかっていうと、もちろん障害のある人たちの居場所を作ること、彼らの生きがいを作ること、もちろん大事だと思いますし、それも引き続きやっていこうと思うんですけれども、もう一つ実はすごく大きく伝えたいことが、私たちその障害のある人たちと一緒にクリエーションするために作る環境、先ほどのアクセスコーディネーターやカンパニストたちと一緒に作る環境っていうのは本当に心理的に安全な環境っていうものをまず作るってことを大前提にしてるんですね。で心理的安全な環境ができるからこそ物理的にも安全な環境になると思ってそういう環境づくりをしていて、でこの心理的安全な環境って実は巡り巡って障害のある人たちだけではなくてそこに参加する障害のない人たちにとっての心理的安全な環境にもつながっています。でそれは実際にワークショップとかやってみたアンケートなどを取っても実は障害のない参加者のアンケートで初めて自分らしくいられる居場所を見つけましたとか自分を受け止めてくれる仲間に出会いましたっていうそういう感想を書く人っていうのが実は障害のない人に多いっていうことも事実なので、なんかこの巡り巡ってみんなにとっての心理的安全な環境を作るそういうイメージで活動をしてます。であともう一つやっぱりランデブープロジェクトもそうですしスローレーベルの活動パラトリエンナーレパラリンピックすべてそうなんですけれども、やっぱ多様な視点が入るっていうことによって初めて新しいアイデアとかイノベーティブな何かプランみたいなものが出てくるってことはすごくそうだと思っていて、やっぱり先ほどのダイアログのタオルの話もそうですけれども本当に自分では気づかない視点をいつも多様なバックグラウンドの仲間たちは教えてくれるので、なんかこの彼らとやる時のクリエイティブのワクワク面白さっていうのをより多くの人たちに知ってもらいたいなと思ってこういった活動をしてます。でもうこれ最後のスライドです。今私たちスローレーベルがやってるのはマイノリティをエンパワーメントもちろん大事だけど実はみんな全員がマイノリティ一人一人が多様な存在であるってことを理解してそういう面白い仲間たちと一緒にマジョリティをエンパワーするっていうそういうイメージで活動をパラリンピック後は展開しています。ということでエンパワーオールという言葉で最後締めたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。クリスさん。アースピーシーズなんか見てるとなんだろうな、いわゆる健常者って言われてる人の方が元気もらってる感じがあって、やっぱりなんかいろんな普段一緒にいない人たちと一緒にものを作るっていうことが、やっぱりそういう効果があるんだろうなというふうにすごく思いました。それから
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの時のそのクリスさんのお仕事を時々ねお話を聞きながら見ていましたけれども、カンパニストとかアクセスコーディネーターっていう概念からまず作って、そういう組み立てをやってっていう本当に中央突破型の組み立てを本当に迷わずやっていく方なので、今おっしゃっていたようなことがね本当に実現していくんじゃないかなというふうに思って楽しみに見ているところです。今日はありがとうございました、お話を。はい、それでは早速次に行きましょうか。今のお話を聞いていただきながらいろんな意味で、僕らの先輩、に当たるような取り組みをされているオーストラリアの事例をですね少し教えていただきたいと思います。よろしいでしょうか、ジョージさん。承知しました。皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。この度は誰もが文化でつながる国際会議に参加できて光栄です。主催者のアーツカウンシル東京と東京都に感謝いたします。運営の方々もありがとうございます。登壇者の皆さんとの議論がとても楽しみです。今日は素晴らしい通訳の方々が通訳してくださっています。なるべくゆっくり話しますね。頑張りましょう。私からはクリエイティブオーストラリアの取り組みを紹介します。私たちはオーストラリアにおいて芸術文化の投資や発展を担う支援機関です。今日のトピックはエクイティ、インクルージョン、ウェルビーイングです。私の好きな分野ですので、皆さんに共有できて嬉しいです。国家の文化政策における新事業や投資を知見とともに紹介します。直面している課題も取り上げます。はじめに先住民族へ敬意を示したいと思います。彼らは私たちの活動の核となる土地やその周囲で文化を守り続けてきました。その創造の歴史の恩恵を私たちは受けており、活用に向けて歩み始めたところです。現在オーストラリアは多文化が複雑に混じり合った社会です。6万5千年の歴史を持つ先住民族がおり、いまだに交渉中の土地所有権もあります。過去230年ほどで移民国家になりました。多世代にわたり文化を継承し、多様なコミュニティが各地に分散しています。直近の調査結果によると、人口の5分の1以上が障害を抱えて生きています。日本と同様に、オーストラリアも今、生活費が高騰し、経済格差が拡大しています。国際紛争は社会に緊張を引き起こしています。多様性のある社会であると同時に、ニーズの競合が起きています。オーストラリアの芸術文化政策は再生を新政策に掲げて1年半が経過しました。副題はすべての物語に場所を、すべての場所に物語を。この新政策が示すのは包括的で公平な文化セクターのビジョンです。現代オーストラリアの多様性を象徴するもので、根底には先住民族への敬意があります。新政策では芸術文化の社会的役割や政府の文化への参加と共同責任を明確にしています。クリエイティブオーストラリアは昨年、組織の再構築を行いました。新政策の中心的存在であるとともに、85の事業を担う大きな役割を果たしています。新政策からは創造性の価値を認識できます。しかし、政府が予算を増やす見込みはなく、芸術産業の需要を満たす額には至りません。私たちの潜在的な力を発揮するには、民間の財源を確保するモデルが求められています。
現代は芸術文化を最も必要とする時代です。経済の新しい原動力として国内で想像力を育む必要があります。メンタルヘルスなどの長年の社会課題に対して創造的なアプローチが必要になっています。知識経済にはアーティストの意見が求められています。新たな形の生産性を構築し、知財から価値を生み出すためです。ゲームの音楽からファッションの視覚芸術まであらゆるものをデザインします。現代ではアイデア、才能、知財、観客が文化と商業の間を自由に行き来しており、エコシステムに幅広く存在します。組織を再構築して1年が経ち、私たちはある矛盾に気づきました。芸術文化の価値が高まる一方で、価値を生む側のアーティストは安定したキャリアが築けないのです。全国芸術参加調査は、長期に実施されている自己申告の認識・行動調査です。芸術文化への参加についての調査で、国内約1万人の過重サンプルが対象です。3年ごとに実施されており、最新結果は2023年の調査をもとに今年初めに発表されました。芸術文化は以前より多くの方法でより多くの国民に評価されていました。ほぼ全国民が音楽や演劇などを通じて芸術文化に触れ、恩恵を受けていました。社会とのつながりの一助だとも認めています。文化への参加が社会的結束に重要な役割を持つことも分かっています。ご覧の統計が示すように、異なる意見を持つ人に対する相互理解への効果です。現代は意見の二極化が顕著な世界です。共通の基準を失いつつある中、この結果は重要で広く認知されるべきです。しかし、バリアがあるのも事実で、アーティストと観客の両者に存在しています。障害者は参加する際にバリアに直面しがちで、参加率が下がります。また、多様な文化、言語背景を持つ人の3分の1がアートへの参加にバリアを感じています。調査結果によると、社会経験的な背景は日常生活を形成するだけでなく、子供時代から大人になるまで人生を通して文化への関わり方を決定します。文化への関わり方に影響するのは、本人の教育や職業や収入だけではありません。周囲の社会的地位も影響しています。例えば近親者や身近なパートナーの職業です。私たちはこれらのバリアを構造的な問題とみて対策を講じています。取り組みは積極的なアプローチで行われ、意思決定や創作活動において多様性を確保すべく、次の原則に基づいています。先住民族ファースト、アボリジニやトレス海峡諸島民の文化を指標にします。レジリエンスなどの文化的な強みを大切にし、文化的プロトコルを守ります。意見と帰還、阻害や差別の実体験の声こそが私たちの活動の鍵となります。意思決定や創造的な表現にも不可欠です。インターセクショナリティ、さまざまに交差した多様で特有な問題に人々は直面しており、さまざまなアプローチが必要です。アクセシビリティとインクルージョン、リソースや機会へのアクセスはすべての人に平等であるべきです。それにより誰もが活動に貢献できます。柔軟性、解決策には人を中心に据えつつ状況に応じた対応が必要です。複数のアクセス経路を持つ構造が望まれます。透明性、説明責任、証拠、
人権やプライバシーなどの倫理的問題に配慮しつつ、進捗の確認や影響の実証には合意された指標が必要です。一体化アプローチ、エクイティ、アクセシビリティ、インクルージョンは選択肢ではなく組み込まれるべきです。この一体化の重要性はコロナ禍で明確になりました。ウェルビーイングには文化への参加が不可欠でした。コロナ禍に半数以上の国民が心の健康のため文化に触れています。ロックダウン解除後はコロナ禍以前をしのぐ割合に達しています。人々は新たな目的を持って芸術鑑賞に向き合っています。これは当然だと感じています。芸術文化への関わりが心を健康にすることは世界的に認知されてきています。世界保健機関と共同研究機関はランセットでアートが与える健康へのメリットを特集予定です。この研究は国連総会に合わせて始まりました。研究のベースは2019年の WHO 報告書で健康改善へのアートの役割に関するものです。報告によると、アートは健康増進や健康の公平性に加え、病気の予防や治療に貢献している可能性があります。今回の特集は新たな概念的枠組みに基づいており、死亡と障害の主な原因である非伝染性疾患に焦点を当てています。また、エビデンスベースの意識を高め、国際的な政策指針の改善も提案します。例えば、社会的処方による介入の拡大や芸術、教育、社会福祉におけるセクター間の協働に関してです。2022年にオーストラリアの財務省は重要なことの測定の枠組みを発表しました。これはウェルビーイング予算の基礎となります。重視されるテーマはウェルビーイングのほか、安全、持続可能性、結束、繁栄です。これらで経済や社会の成功度を測ります。新しい考え方の中心にあるのは、何に価値を感じるかの再構築です。国家の逆襲の著者で経済学者のマリアナ・マツカートが先日オーストラリアの財務省と会談しました。彼女曰く、伝統的な経済学は人々に誤った価値観を与え、大事なリソースを奪ってきたそうです。統治よりも自由市場、公益な革新よりも利益重視の起業家精神、使命や目的よりも無限の成長、つまり成長に注力するあまり方向性を見失ったのです。経済危機下でその状態が続くことに対し、マツカートはどんな助言をしたのでしょう。ここ数年間、私たちが注力するテーマはアートがメンタルヘルスにもたらす恩恵です。あらゆる分野から根拠を集めています。アートとウェルビーイングに関する政策開発では、メンタルヘルス向上を目的に4ヶ月の議論を行い、政府施策へのアートの取り入れ方を探りました。議論には芸術文化やメンタルヘルスの団体や組織から多くの人が参加しました。集められた研究データや政府の資料から、政府や各セクターが検討すべき政策提案が練り上げられました。各分野の専門家との議論や実体験などから次のようなテーマや知見が得られました。ウェルビーイングを支えるための体系的な変化をもたらす機会が訪れている。政策の成功には政府全体の働きかけが必要。つまり分野を超えた投資です。
例えば医療と高齢者ケア、先住民族問題、教育、技能と雇用、芸術など管轄領域を超える必要性があります。アートとウェルビーイングの結びつきに関しては、先住民族が先人である。精神疾患の実体験は重要な専門知識であり、政策と活動の設計に活用すべきである。実体験こそが施策の効果やアクセシビリティを保障します。社会的処方制度への支持が高まっている。社会的処方とは、医療従事者とともに非医療的な方法でウェルビーイングの向上を目指します。メンタルヘルスの現場において、アート従事者の専門的な育成が必要。支援を望む個人やコミュニティを保護し、アート従事者を守ります。次の根拠の基準については、芸術、医療、政府間で捉え方が異なります。アートが健康にもたらす恩恵の根拠は、施策の目的や資金団体に合わせて調整が必要。今回の議論では、政府への政策提言と各セクターの取り組む領域が定められました。その中には、メンタルヘルス領域で活動するアーティストの能力開発が含まれます。この政策策定の延長として、効果検証のためパイロットプログラムを行いました。創造的な解決策と題したご覧の報告書では、メンタルヘルス分野で働くアーティストへの専門性開発の必要性が示されています。実務での安全性と持続性を向上させることが目的です。専門的な監視体制やケアコミュニティも必要だと分かりました。さらなるトレーニングやメンタリングも必要です。また、施策の参加者の背景も様々なため、集団的な基準も必要になります。安全で持続可能な活動にするため、プロジェクトの枠を超えた財源も大切です。この産業には、統率力、政策、リソースが必要です。クリエイティブオーストラリアは、社会的意義や公益を重要視しています。スローガンは、創造性がつながりを生むです。創造性が人々と新しい可能性をつなげます。つながりに価値を置く現代にアートは不可欠です。コミュニティや生き方に新しい考え方が求められます。政策実現にあたり重大な課題はアーティストの置かれた現実です。プロのアーティストに関する最近の経済研究によると、国内のアーティストが安定したキャリアを築くことは昔より難しくなっています。収入の望めない職業なのです。他の職業に比べて平均で約 26% 低い収入です。芸術関連以外も含めた実務の収入は年間$54,000です。額としては例年並みですが、現代の経済状況では低すぎて仕事を継続できません。創作活動の収入はさらに低く、年間で平均$24,000です。収入源の種類を問わず、現代のアーティストは不安定さを抱えているとみられ、創作に割く時間も減っています。環境はより複雑化しており、自身の知財を管理できなくなりつつあります。または知らぬ間に失っています。では、創造的価値を生むことが報われるにはどうすべきでしょうか。母国語が英語以外の人や障害者にとって問題はより深刻です。文化的生産性の高さに反して給与や専門的評価は低い傾向にあります。経済的な安定や家族の支援がなければ、芸術分野でのキャリア形成はリスクに感じるでしょう。
より支援されたキャリア形成開発のため、教育を通した取り組みが必要です。既存の政策や従来のプロセスに頼るのでなく、ユーザー中心のアプローチに変える必要があります。高度なスキルや教育を持つアーティストであっても、これらの問題に直面しています。柔軟性や学ぶ姿勢を備えていてもです。彼らは粘り強く、適応力があり、活動に積極的に投資しています。国の新文化政策と幅広い文化の社会的役割に沿って、私たちは新たな主要投資と役割分野を担います。多くの役割には新たな取り組み方が必要です。創作の実務の仕組みと影響を理解し、支援領域を見つけるために変化が必要です。従来の非営利アートセクターに注力するよりも、私たちは市場志向の創作に目を向けつつ、社会的影響に興味を持つパートナーと協力しています。さらに、新文化政策の下で、3つのパートナーシップモデルの開発を担っています。政府資金、慈善事業、商業投資を活用して、芸術文化や文化への関わりを支援します。これには新しい協力体制が必須です。幸いにもクリエイティブワーカーが協力者です。新文化政策のもう一つの成果は、私たちの前身組織に別組織を統合したことです。芸術分野で資金調達能力の支援をしていた組織です。政府と慈善団体の共通の利益を活用して、芸術文化を通じた社会貢献ができるはずです。新政策ではさらに、クリエイティブワークプレイスが設立されました。芸術文化に従事する人への公正で安全な職場を促進するためです。アーティストを作品と労働力の両面で評価します。創作の現場に労働法を適用するのは難しいかもしれません。目標はセクター全員の負担軽減です。クリエイティブワークプレイスが支援するのは、労働者に関する権利の理解や義務の履行です。給与やウェルビーイングに関する情報も提供します。新政策ではまた、先住民族の芸術文化の貢献を評価しています。国内外の多様な文化を豊かにしたためです。アボリジニやトレス海峡諸島民のアートは、新旧の文化にとどまらず、都市や地方のあらゆる文化的表現に影響しています。新しく投資するプログラムのカテゴリーは、投資プロジェクト、大規模プロジェクト、表彰制度、観客と市場開拓、セクター開発、国際交流、複数年投資です。新政策の下では政府とも協力しています。障害者の芸術文化へのアクセス支援のため、芸術文化と障害関連の計画策定を進めています。まずは組織内で障害者の行動計画を策定して、組織全体の責任として取り組んでいます。その他にも和解行動計画やより幅広い包括計画なども策定中です。このように解決すべき大きな課題が山積みです。幸いにも新文化政策が土台となり、新しいアプローチや関係構築を支援しています。芸術文化の膨大なリソースを活用して社会貢献を目指します。会場の皆様とも将来ご一緒できたら幸いです。本会議で意見交換できることを楽しみにしています。ありがとうございます。ジョージさん、ありがとうございました。要するに日本とは比べ物にならないその多様な民族を抱えている国として、
その文化芸術の重要性を調査研究されて、特にそのメンタルヘルスに対するそのなんていうんでしょうかね、いろんなエビデンスですよね。でそこ非常に形成されていることは大変参考に日本は参考にしなきゃいけないなと思って伺っておりました。どうもありがとうございます。それでは内田さんのお話を伺いたいと思います。今お話聞かれたことを踏まえてでも構わないんですが、非常になんかビッグニュースをそもそもお持ちなので、そのことをまず話していただいてと思っていますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ビッグニュースというほどではないんですけれども、内田真秀と申します。皆さん今日はよろしくお願いいたします。ですね、この表紙にありますように、私がこれからやっていくプロジェクトの名前が2日前に発表されまして、モン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスという新しいミュージアムを1年半後に開業することになっていて、今その準備をしております。でちょっとこの話が、クリスさんとかジョージさんのお話をねこう学びながら、進めていきたいなっていうところで、今日は私はなんかまだできてないミュージアムの話をするので、どちらかといえば勉強させてもらいたいなという立場なんですけれども、ちょっと私の自己紹介をちょっとだけしたいと思いますね。で、私はですね、約20年ぐらい日本科学未来館という、国立の科学館で、働いていました。でとにかく、科学っていうのは、宇宙物理みたいなことを研究している人から、ナノテクなんかを研究している人から、いろんな分野があるわけで、特に、未来館という名前にもあるように、未来のことを考える館にいました。で宇宙の人からすると未来って1年2年とかじゃなくて1000年とか2000年とか万年みたいな未来であったり、情報科学の分野の人からするとやっぱり未来っていうのは1年とか2年の単位なんですよね。それでその全く時間軸が違うところで、科学という世界に私はどちらかというとそのデザインとかアートの、価値を入れていくっていう、そういう仕事をした後にですね、今、鉄道会社 JR 東日本が、新しく、作るミュージアムの場所に来たという背景があります。でもう一つ先ほど紹介にもあったんですけれども、来年オープンする、大阪万博、大阪・関西万博の、テーマ事業でロボット工学者の石黒博教授がプロデュースをするパビリオンの企画統括をしています。でここではロボットが、近い将来ですね、近いといっても30年とか、我々50年後を設定するんですけど、人間とロボットの境がほぼなくなる未来像っていうのをテーマに今企画をしています。なので私はどっちかっていうと非常に未来のことばっかり考えてる人間なんですけれども、その少し先の未来に向けてどういうふうに明日とか来年とか、あるいは今生きてるお子さんたちが大人になったらっていうと数十年先にどういう文化とか豊かな暮らしを作っていけるかっていう、それは公共施設っていうミュージアムとかいろんなセンターの役割だと思うので、そういう意識で今新しい館を作ろうとしています。でこの高輪ゲートウェイって、ほとんど東京にいる人だとご存知だと思うんですけれども、山手線の30番目の駅ということで、名前が変だとかそういうことで結構話題になったんですけれども、そこにですね、
本当はねオリンピック・パラリンピックの際に華やかに駅が開いて、そこからバスが出るみたいな予定があったんですけれども、駅だけ先に開いて、で来年の春から1年ちょっとかけてですね、新しい街がこう開いていく街開きが行われます。でそこに文化施設として、できるのが我々の館で、私たちの館は100年先へ文化をつなぐというミッションのもと、活動を行っていこうとしています。でちょっとプレス発表があって出来たてほやほやのビデオがあるので、それを見ていただきたいと思います。というわけでですね、見ていただいた通りかなり規模の大きなミュージアムなんですけれども、で私たち100年先にっていうことなので、大きく出たなっていうか100年先って言ってるなみたいなところがあるんですけど、その背景にあるビジョンとして多様性と他者への共感にあふれ、でこの他者っていうのがちょっと日本的なんですけどね、人間だけじゃなくて動物とか石とかね地球とか今いろいろウェルビーイングっていう中で、地球への意識もっていうことなんかもありますけれども、あとさっき話したロボットとかね AI とかね、人間らしき存在っていうのも未来に出てくるので、さまざまなこの他者への共感にあふれで、誰もが世界とつながり自由に好奇心を追求できる未来、これがアートの活動だったり、あるいはそのアクセシビリティみたいなテーマにつながるかなというふうに思っています。で、それをどういうふうに、実現していくのかっていうと、ちょっと館の名前にもあります通り、門っていうのは門は、ゲートって日本語だとゲートっていう意味なんですね。ミュージアム・オブ・ナラティブスなんですけど、ゲートっていうのは境界を越えると。だから2つ、3つかも4つかもしれないですけれども、2つの世界を扉を開けて越えていくと。でいろんなバリアっていうのが世の中にあるんですけれども、これはいろいろ越えていくことによって、クリスさんも言ってたけれども、新しい価値とかイノベーションが起きてきますよねと。であとあえてミュージアムと名前を付けているのは、ミュージアムって数百年先に数百年前のものが見れたりするっていうことは、今の私たちの活動を数百年後につなげる役割も持ってる館だと思うので、あえてこの地をつなぐ、ミュージアムと。でそして物語っていうことに今回非常に大事なテーマとして私たちが決めたんですけれども、これは物理的な豊かさとかですね、ものがあるとか、
そういうことだけじゃなくて、やっぱり個人個人のその感情っていうものを悲しいとか喜びとかもありますけど、この感動をもたらすものっていうのはやっぱりストーリーだったりナラティブだと。でそれをコレクションしていくミュージアムになろうということで、こういうことを決めました。でそれをどういうふうに、形にしていくのかというと、オリジナルのコンテンツの開発をしたりですね、後でお話ししますけれども、体験のデジタル化っていうこと、あるいは知のおもてなしっていうこのワードを掲げて、活動を作っていこうと思っています。でちょっと会場こっちか、ちょっと館の構成なんですけれども、2つ大きく分けて、プログラムスペースっていうのとパブリックスペースっていうのがあって、プログラムスペースっていうのはちょっとこのボックスというあえてエキシビションホールとかシアターとかって目的を定めちゃうとそれしかやらなくなってしまうので、あえて目的を定めないボックス1500、1000、これ実は平米数なんですけどね、ボックス300っていうボックスがあるのと、あと畳っていう和の文化をつなげていくための畳のギャラリーもあります。あとこのパブリックスペースにはお月見ができるような水辺があるテラスがあったり、メディアシェルフっていうちょっとアナログな本棚みたいなのもあったり、あと屋上庭園とか菜園もあります。これがちょっと大きな目で見ていくと、ボックス1500、ここは大型の展覧会を主にやるところですね。で、ボックス1000なんですけれども、これは開閉じゃない、すみません、レイアウトが自由にできる、着席もできるしフラットにもできて、あと LED のディスプレイを常設して、いろんなライブアクティビティを行う場所で、こちらの畳は日本の伝統を新しい価値観でアップデートしていくような、そういうプログラムを見せる場所。それでこのボックス300というのは結構便利で、この扉が開閉するんですね。こうやって開けることもできると。でこのいろんなプログラムを行っていく場所です。で、プログラムの話は今日のメイントピックじゃないので簡単にしますと、私たちは今言った場所をですね、バラバラに使うんじゃなくて、1年に2つテーマを掲げて、そのテーマでの傘の中でプログラムを作っていくと。結構展覧会と例えば展覧会で印象派の展覧会をやってて、ホールでロックのコンサートやってるみたいなそういうふうにバラバラになっちゃうんじゃなくて、一つのテーマをさまざまなアートフォーマットで、あるいはさまざまな地で深掘りしていこうと、そういう活動をしようと思ってます。で例えば旅だったら、テーマが旅だとしたら、旅を深掘りしている歴史とアニメとか、サイエンスとかモビリティの技術とか、そういうのを混ぜ合わせたテーマの展覧会があったり、旅をテーマにしたライブパフォーマンスとか音楽があったり、旅というか移動なんかをテーマにしたアートインスタレーションがあったり、あるいは歴史的に、例えば日本だったらお伊勢参りとかですね、ちょっと翻訳すみませんね、お伊勢参りわかるかな、があったり、江戸時代の旅ですけれども、そういうものが描かれた屏風があったりみたいな、そういうミックスをしたいと。さらにこういう月が見えるテラスがあるんですけれども、ここでは多分将来は月が、旅行先になると思うんですよね。そしたらじゃあ月旅行のイベントをやってもいいじゃないかと、なんかそんなプログラムをやっていきたいなと思っています。で今日の、一番大事なところはなんですけれども、やはりその居場所の話なんですが、私たちはもう一つ大事な、コンテンツを作りながら非常にここを力入れたいなと思っているのは、知のおもてなしという概念です。で障害
を持ってる方たちのアクセシビリティの話もあるんですけど、さっきちょっとクリスさんが元気な人の方が生きづらそうじゃないかみたいな話があって、私たちは多分いろんなコンテンツとかいろんなそのコミュニティ、扉を開けるために意外にみんなこう怖いとかね、なんか友達と一緒じゃないとあそこ行けないとか、なんかいろいろこうバリアを自分で持ってるんじゃないかと。あるいは例えば子どもをクラシックコンサートになかなか連れて行けないとか、海外の人が日本に来た時に、日本はもうハイコンテクストの国なのでそもそも意味がわからないみたいなことがあったり、それをこうなるべくなくしていきたいなと思って、アクセシビリティはもちろんそうなんですけれども、翻訳をするとかですね、初心者向けのプログラムとか、あるいはリラックスして、鑑賞できるそういうプログラムを丁寧に作っていきたいなと思ってます。あとその物理的なアクセシビリティに関しては、これはまさにクリスさんからアドバイスをいただいて、取り入れることにしたんですけれども、障害のある方が舞台に立つ、見る方は結構今いろんなルールもできて準備ができていると思うんですけど、こう舞台に立つ側になることも考えて、例えば車椅子対応のシャワーを楽屋に完備したりとかですね、あと例えばアバターで出演できるプログラムの開発、そんなこともしたいなと思っています。はい、でもう一つ大事にしたいのはデジタル化っていうことなんですけれども、これはその知のおもてなしにも関係することなんですが、やっぱり、人間ってこう技術によってどんどんこう拡張していくっていうか、昔は電話とかもなかったら待ち合わせをするためにその人のお家までわざわざ行かないと人と話すこともできなかったわけで、そういう意味ではやっぱりこう技術とともに人ってどんどん拡張してできることは増えてるんですけれども、それをそのミュージアムの中にもどんどん実現して未来につないでいきたいということで、いわゆるデジタルアーカイブとはちょっと違うんですけど、例えば今ここで皆さんがこの場を共有していますよね。でこれは未来になると、ここにこうバーチャルで参加している人がいたり、バーチャルの、空間の中でこの会場のいろんなところで、こう風景を共有できるみたいな、技術が今できつつあるんですけれども、そういうものを取り入れていって、本当にそもそもその物理的に障害があるないとか、外に出るのが好き嫌いとかですね、あるいは年を取ってる若いとか、そういうこと関係なく、その空間とか時間の制限をなるべくこうテクノロジーで取り除いていくっていう、そういう試みをしたいと思ってます。というわけでそうですね。でもう一つ、せっかく鉄道会社がですね、文化施設をやるということで、やっぱり鉄道のネットワークを生かして、あるいはこう国際的なネットワークに強化して、この文化の流れっていうのをちゃんと作りながら、止まってしまうと100年絶対続かないと思うので、いろんな方たちとの交流とか協業を進めながら、行っていきたいなというふうに思っています。で今日多分いろんな話をまた聞けると思うので、その知見を生かしてですね、いろんな方たちが利用して表現して、未来につないでいける館を作りたいと思ってますので、皆さんぜひいろんなご意見をくださいということで終わりたいと思います。内田さん、どうもありがとうございました。素晴らしい、施設ができるようですね。大変楽しみにしております。そうしましたらですね、それぞれのプレゼンテーションが終わりましたので、お互いに少し感想を述べ合ってディスカッションにつなげていければというふうに思います。でこれは順番なんですが、
そう打ち合わせ通りにいきたいと思いますので、まずジョージーさんからですね、感想をお願いしてよろしいでしょうか。まずミュージアムが魅力的でした。水面に映る月を見に行きたいです。とても素晴らしい空間ですね。テーマに応じたプログラムの構想も素敵でワクワクします。クリスさんの演奏会も見に行きたいです。第九を使うアイデアは最高です。歓喜の歌のように、あなたの活動は人々に喜びを与えています。思いやりにあふれたアプローチだと思います。インクルージョンの活動が人を幸せにできることにも感動しました。そして絶対に欲しいのは車の尻尾です。まだ売っていたら買います。社会で暮らす上で素敵な行為だと思います。紹介されたすべての取り組みにさまざまなテーマがあります。多様性を取り入れたプロジェクトやさまざまな体験を含む企画を見ると、人々の創造性に可能性を感じます。クリエイティブな発想が非常に参考になります。それは今必要とされるリソースなので、とてもワクワクします。幅広いコミュニティとも関われますしね。ありがとうございます。クリスさんやってるお仕事はいつも創意工夫が細かいにいっぱい入ってて、それで喜びとかその気持ちが盛り上がるところをみんなで共有するっていう気持ちがすごく強いので、おっしゃったことよくわかりますね。ありがとうございます。はい、そしたら、内田さんですね。内田さん、プレゼンテーションを聞かれた、ご感想よろしくお願いします。まずジョージさんのプレゼンテーションで情報としてはちょっと知ってたんですけど、やっぱりそのオーストラリアのアクセシビリティの一番重要なというか、一番じゃないんでしょうけど、その先住民の方たちとのコミュニケーションというか、その政策っていうところが本当に強くあるっていうこと、つまりですね、日本だとやっぱりマイノリティマジョリティみたいな分けがすごくあると思うんですけれども、オーストラリアの場合は何ていうのかな、今のこの政策をしているマジョリティの人たちが、ある意味後から来て、で何ていうのかな、活動させてもらってるみたいな、そういう関係性をしっかりと作って今文化政策が行われているっていうところに非常に何て言うんですか、日本にはなかなかそういう状況はないんですけれども、学べることがあるなというか、そこがまず勉強になりました。あと後で聞きたいなと思ったのは、さまざまなスタディでいろんな数字が出てるじゃないですか。それをこの館のね運営にどういうふうに生かしているのかとか、あとその何らかの活動がうまくいったかどうかのねエバリュエーションみたいなことがしっかりされていて、頑張ってる館にはポイントがもらえるとかですね、なんかそういうことが国の政策としてあって、その各地域とか、都市のその文化活動のどっちかっていうとオーガナイザーですね、その人たちに対してリサーチが実質的に役に立つものになっているのかみたいなことを伺いたいなというふうに思いました。はい、でクリスさんはもう私も本当にめちゃめちゃ応援していて、クリスさんたちがやってるようなことをですね、一番最初にもやっぱりその障害のコミュニティのアートプロジェクトになっちゃうみたいな話がありましたけど、それがちゃんとメジャーとかそういうことじゃなくて当たり前に混ざってる状況
それを本当に我々オーガナイザーとしてできる限り早く、あるいはできる限り美しくかっこよく作っていきたいなと、こういうところで宣言させてもらえたらと思います。素晴らしいですね。はい。今の内田さんのジョージさんへの質問はちょっとディスカッションの中でまたお答えいただくとして、じゃあクリスさん感想とこの後のディスカッションのちょっと時間の問題も出てきているので、どのポイントでお話しするかってことも含めてちょっとご感想いただけますか。はい、そうですね。お二人のプレゼンテーション大変勉強になるなと思いながらメモっていう感じで聞かせていただいたんですけど、まずそのオーストラリアに関しては本当にホームページに行くと本当にたくさんのレポートが載っていて、ちょっと全部目通しきれないぐらいいろんなレポートが載ってて、でその中から今日は特にやっぱりウェルビーイングとかあとメンタルヘルスで、それはもう特定の何かこう精神病的な何かこう疾患を抱えてしまった人へのプログラムではなくて、もうちょっとこうマジョリティのメンタルヘルスっていう文脈と、あとそれからやっぱりそのアートに従事する人たちのメンタルヘルスっていうテーマも今業界ではかなりホットだと思うので、なんかそこら辺を特にピックアップしながらこう短い時間で本当はもっとたくさん聞きたかったんですけどお話を聞かせていただいたと思います。でやっぱり私もこの WHO のレポートっていうのをすごくこの何年間か注目してて、いやアートの業界の人がアートってすごくウェルビーイングにいいんだよ、すごく健康に作用するんだよって言っても、やっぱりそれってみんななんかそりゃアートの人はそうやって言うよねって思われちゃうと思うんですけど、 WHO なんてこの間ワクチン推奨してたところですよね。なんかそういう薬を作ってるようななんだろう、そういう健康とかいわゆるその医療や福祉やそういうことをやってるところがアートっていうものを認めたっていうところに非常に大きな意味があると思っていて、すごく注目してて、そこにちょっとスポット当てたいなと思って今日お話しいただけてよかったなと思います。でも内田さんの高輪ゲートウェイはもう早く開かないかなっていうのを楽しみに待っていて、多分今日もきっとまだ内田さん言ってないことたくさんあるぐらいすごくいろんなテクノロジーとか工夫が盛りだくさんの館だと思うので、もう本当に今から楽しみだなっていう感じです。はい、ありがとうございます。そしたらそうそう、このセッションのタイトルがね、働く人とウェルビーイングなんですよね。最初にこれ僕触れずに始めてますけれども、今クリスさんのお話の通り、そのあたりにもう一回フォーカスしながらお話をしたらというふうに思いますけれども、ここは少し掛け合いをして意見交換していただけるとありがたいなと思うんですが、どうでしょうね。クリスさんからじゃあ内田さんに何か投げかけをしてもらって、そのあたりから始まるといいんじゃないかな。そうですね。なんか高輪ゲートウェイでは何かそのメンタルヘルスとかそういう切り口で考えていることとかあったらぜひ教えていただきたいなと思いました。そうですね。メンタルだけじゃないんですけれども、今日私ミュージアムの話しかしなかったんですけれども、街のコンセプトっていうのが100年先の心豊かな暮らしのための実験場っていうことと、あとウェルビーイングをあえてなんて言うとちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、地球のための駅、ステーションじゃないですよ、メリットの方ですね。スライドにも出てますね。そう地球駅。そうで地球駅っていうことを掲げた街なんですね。でそのためには、人間ももちろんヘルシーじゃないといけないし、地球もヘルシーじゃないといけないということで、メンタルだけじゃなくてクリニックがありますみたいな物理的に結構クリニックがいろんな種類のクリニックが街に入っていたりとか、今回の開発って東京では一番多くの緑の量っていうのがあったり、あるいは駅、2階が
出口なんですけど、その2階が、ゆくゆくは品川からトータルで 1.6 キロずっと車が一切通らないパブリックレルムというのができるんですね。で、そこの中で、例えばモビリティみたいなのがあったり、あといろんなちょっと隠れスポットじゃないですけど、いろんな広場みたいなものがあって、さまざまなその居心地の良さっていうのを、ビジネス棟もありますし、商業棟もあるし、こういうとこもあるし、あと居住棟もあるんですけど、そこでいろんな人たちのストレスみたいなものがかからないような、街の設計っていうのをもう心がけてはいると思うので、我々のところはそういう意味では、当然その心豊かなっていう部分の一番の役割はアートとか文化だと思うんですよね。それをその街のシンボルに置いているっていうところも、そのメンタルヘルスっていうとなんか病気を治すみたいなイメージがありますけれども、むしろ病気にならないでいられるような予防っていう部分だと状思います。態を作っていけるような、そこがあるかなと思います。あともう一つちょっとこの建築的な話で言うと、東京ってやっぱ高いビルがすごくいっぱいあって、文化のファシリティって割に高いところに今行きがちじゃないですか。でビルの中に入っちゃって見えないと。でも私たちはこの設置性っていうことを非常に大事にしていて、これは JR に土地があったからできたことなんですけれども、本当に歩いて上がれる低層階っていうのも多分なんですけど、私はこれ個人的に非常にみんな四角いビルの中に長くいるとね、どうしても考え方も四角になってきちゃうんじゃないかなと思うので、こういう緩やかに外とつながって歩いて上がっていける場っていうのもきっと意味があるんだろうなと思っています。いや、有機的ですもんね、すごく。なんか私が回していいんですか？いいし、そうだな、今の話を聞いて僕はちょっと聞きたくなったのは、さっきね、その控室で雑談している中で、そのエアポートのアクセシビリティ担当がいるんだって話とか、それからあとなんだっけな、エジンバラに行くと要するに出演者とかパフォーマーのためのメンタルヘルスのデスクがあるような話とかしてたじゃないですか。それをちょっと聞きたいですね。そうですね。いや、なんかこのメンタルヘルスっていうキーワードとか、またはウェルビーイングみたいなものと非常になんか逆説的な話かもしれないんですけど、今合理的配慮っていうのが、今年の4月から民間事業者も義務化されて、で、まだまだ認知度低いかもしれないんですけれども、民間のいろんな商業施設だったりそういうところも、配慮をしていかなきゃいけないっていう時になってると思うんですね。でその時にやらなきゃいけないことは分かってるけど、やる余裕がない、時間がない、お金がない、心に余裕がないみたいなことを言う人がおそらく多いんじゃないかなって思ってて、で、それが実際に合理的配慮しましょうよっていうことを私たちスローレーベルはいろんな現場で伝えていく立場だからこそ、そのリアクションを一番受け取ってるっていうところでもあるんですけど、そういうリアルな声大きいよなと思って、で今松田さんが話してたのは、私が楽屋で言ってたのは羽田空港を例に出したんですよ。で羽田空港って私とかこういうアクセシビリティのサポートが必要な人が、デスクカウンターに行くと日本の空港だと航空会社の方がサポートをしてくださるんですね。でもおそらくオーストラリアもそうだと思いますし、私が海外のエアポートに行くとその航空会社のカウンターではなくてアクセシビリティの専門のデスクがあって、そちらの方に案内されて、そこの人がサポートしてくれるっていうようなオペレーションが分業化されてるんです。でも日本の場合はまだそこの分業化まで至っ
ってなくって、カウンターの方がやるってなると、カウンターの方が通常業務をやりながらプラスでその業務が付加してくるので、なかなかそのキャパシティ的にも大変だと思うっていう話をさっき松田さんとは楽屋でしてました。エジンバラは？エジンバラですか。エジンバラは私この夏に行ってきたんですけど、結構至る所にそのメンタルヘルスっていうキーワードの看板は貼られてたっていうのもあるし、あとフェスティバルの、いわゆるインフォメーションのところにもう一つそのメンタルヘルス専用のインフォメーションみたいなのがあって、でそれはやっぱりそのフェスティバル期間中に演者の方やまたはその制作に携わるプロフェッショナルな方たちが何かこうメンタル的な不調を抱えた時に相談できるみたいな、そういう窓口がもう設置されてるので、かなりそういうその自分の不調、日本だったらまだまだそれ同僚とか職場の人に相談しづらいこととかあると思うんですけど、それがかなりそのオープンに語れるぐらい整ってるなっていうのをちょっと今年ヨーロッパで感じたっていう話をしてました。ね、ちょっと日本ではそこまで全く行ってないように思います。オーストラリアはどうですかね。まだ長い道のりがあると感じます。合理的配慮の必要性について理解は進んでいますが、多くの環境で実現には遠いと言えます。私自身は健常者ですが、私の周りの障害がある仲間は自ら声を上げなければならない状況です。ある環境で必要性を感じたら能動的に伝えて応じてもらう必要があります。これは本当に骨の折れることですよね。単に行動するだけでなく、慣例を変える働きかけが必要ですからね。私が考える合理的な配慮とは、事前に手段が可能になっている状態です。そうすれば個人の負担は減らせます。またクリスさんが述べたような追加の負担をかけている罪悪感は本来必要ありません。そもそも構造が作られていればよいのです。そうすれば参加することに集中できます。ただ、先ほど紹介したように、まだ多くのバリアがあります。フェスティバルなどでは対応が非常に難しくなります。つまり課題が残ります。はい、ありがとうございます。日本もだんだんねそっちの方向に進んでいくんだろうとは思いますし、そういうところをリードしていくのが、例えば内田さんがおやりになる官だったりするっていうことなんだろうなというふうに思って聞いています。はい、私たちのところは特にボックス1000に関しては個室ですね。叫びたくなっても大丈夫っていう、個室を2つぐらい用意してたり、あと先ほど言いましたけれども楽屋側でのそのアクセシビリティみたいなこともしっかりやっていこうっていう流れがあるのと、あと何ていうんですかね、今のこの合理的配慮みたいなこともちょっとルールがいっぱいありすぎるからそういう問題が起こるんじゃないかなと思うんですよね。ここでは何しちゃいけない、ここではこういう振る舞いをするべきみたいなことがいろいろ社会の、特に日本で同調圧力じゃないけどなんか別にメンタルヘルスとかそういうことじゃなくてもみんななんか割に周りに合わせるみたいなことってあるじゃないですか。それを街の中でどれだけ開放的にできるかみたいなことは結構プログラムとかね、そういう雰囲気作りですね。ある意味なんかあそこの受付に行かないと聞けない雰囲気っていうんじゃなくて、その辺の人にも聞ける雰囲気というか、そういうのはなんかプログラムの方で出していけるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういう意味では私たちの場所を全部自分たちで割にオーガナイズしていくので、このボックス1000で何かやってる時に、
上の階に迷惑をかけちゃいけないとかね、そういうのもこうないように、ちょっと音がはみ出しちゃうんですけどすいませんみたいな、そういうこう運営の仕方みたいなことがこう雰囲気作りっていうのをこう出していくっていうか、なんかまあルールだけじゃなくてどっちかっていうとこう個人個人が楽しみに来る場所なので、そういうところも大事にしていきたいなっていうふうに思います。そのプログラムっていうのはその運営のプログラムのことですかね。そうですね、運営のやり方もそうですし、プログラム自体もいろんな人たちがこう参加しやすい、なんていうんですかね、こうしって言われないようなプログラムとかね、そういうのをなるべく多く作っていきたいなというふうに思ってます。そうですね。どうですか。合理的配慮とか、そういうアクセシビリティって考えた時に、日本人真面目なんで完璧を目指そうとしちゃうんです、いきなり。そうですね。で完璧にやらないとクレームになるみたいな、こう0か100かじゃないですけど、そういうところがあって、で私たちスローレーベルはなんかいきなり完璧目指さなくてもいいんで、できるところからやりましょうみたいなことを言いながら、なんか結構伴走することが多いかなと思うんですけど、やっぱその完璧目指しちゃうと、それが巡り巡って生きづらさの原因、息苦しかったりとか、面倒くさいからやっぱやめようかなみたいなことにつながっちゃうので、完璧にやれることは素晴らしいんですけど、お互い心地よいところに落とし込むっていうことを、対話を重ねてしっかりやっていくってことが大事かなと思ってます。であともう一つ、内田さんのその高輪ゲートウェイって、先ほどその楽屋側にもシャワー、車椅子の方のシャワーつけてもらったとか、そのステージの側に車椅子の人が立つってことを前提に多くの劇場は作られていない。客席側にそういうアクセスが必要な方がいることは想定してるけど、舞台の上には想定してないケースがほとんどの中、こういうその劇場ができてくるっていうのはすごく大きなチャンスだと思っていて、それはデジタルのデバイスとかも多分おそらくそういうアクセシビリティのサポートとか新たな表現を生み出すきっかけになっていくと思うんですけど、やっぱりどうしてもなかなか劇場を建て替えるとか、特にね、ヨーロッパのようなああいうこうもう伝統的な石造りのものでなかなかこうそう作り変えることができない。ちょっとオーストラリアはどうかわからないですけど、そういう国々が苦労しながらアクセシブルな作品作ってることに比べたら、こうやってこれから日本で新しくできてくる劇場とか、そういう館そのものが最初からそういうマインドセットと、あとそのファシリティでいてくれるってことは、本当にこう多様な視点の入った新しくて面白い作品が生み出せるきっかけにはなるので、すごく楽しみだなと思います。なんかそういうバリアがあって、それを知恵で乗り越えていくところに面白みが出てきたりなんていうのも、すごくあるんだと思うんですよね。でそうだな、設備で解決するんじゃなくて、その工夫で乗り越えていくみたいなことはクリスさんなんか見てるともうすごくそのことを感じるし、そういう方向なのかなと思いました。あとはその運用の中での工夫っていうと、何しろお互いが近くにいて知り合うっていうか、別れてないで慣れていくみたいなことはすごく大事だと思うんですけれども、それがルールで解決しようとすると、そもそも一元的でないから多様性なんで、そこがうまくいかなくて、なんだと思うんです。でスローレーベルさんがやってきてるのは、それをなるべくこう多様な人が一緒に何かをやるみたいなことで、そこは大きなポイントだと思うんですけれども、どうでしょうか。そうですね、もうこれもしつこく言ってるんですけど、パラリンピックの開会式を作るときに初めにオーディションからスタートして、キャストを選んで、そのキャストの個性から演出を組み立てていくっていう作り方に非常にこだわったんです。でそこさえ間違わなければ必ずパラリンピックにふさわしいショーができるって思ってたので、その順番にこだわったんですね。
多くの場合がやっぱり障害のない人がもうほとんど完成に近いところまで勝手に作ってしまって、最後に車椅子の人もそこにちょっと出てもらいましょうみたいなことをやりがちなんですけど、それを逆転するっていうことをパラリンピックの開会式ではやっていて、なんかその発想、一番最初からそういう多様な視点が入って企画をするところから始まってるから、最終的に誰もがアクセスしやすい場所になるみたいなことが、私的には理想だし、こういうプロジェクトをやる醍醐味の面白さかなと思ってるって感じですね。じゃあジョージさん、今のお話を聞かれて日本独特だなと思ったり、気がついたことなんかあったらですね、少し教えてほしいんですけれども。日本特有のことはたくさんあります。議論の中で印象的だったのはハイコンテクスト文化だという話です。マジョリティとマイノリティの間に緊張があり、それに対処しなければならないのは衝撃でした。これが重要な文化的背景だとは理解しています。オーストラリア国内での経験からお話しすると、私たちは必ずしも特定のグループが明確な多数派だとは考えていません。オーストラリアは移民の国です。もちろん先住民族には最大の敬意を払っています。建国の200年以上前から居住していましたからね。日本とは全く異なる環境なのですが、行き着くところは似ています。芸術文化が人間性を高め、共通の人間性を結びつける、そして力強い結びつきを教えてくれる。これは万国共通だと思います。自己表現ができるアートは自己改革の源です。もちろん自己表現は個人の権利ですが、アートは理解を育む手段でもあります。これはどの文化的背景でも有用で、すべての社会において価値のあることです。また、興味や好奇心というのは、私たちを人間たらしめる力強いものです。クリスさんが述べたことにも深くつながります。つまり、誰もが使える共通のリソースが創造性なのです。はい、ありがとうございます。やっぱり公平性に対する視点がすごくやっぱり日本よりも徹底していて、でその時にクリエイティビティがどういうふうにそれをつなげるかみたいなことをすごく感じるコメントでした。ありがとうございます。もう少し時間がありますね。じゃあクリスさんどうぞ。でも私も聞きたいことある、ジョージーさんに聞きたいことあるけど、でも内田さんさっき質問されてたから、先に内田さんの先ほどの館へのアドバイスと質問。そうですね、調査っていうのがしっかり各オーガナイザーたちにの指針になっているのかってなってるとしたら、それは私たちもああいう調査っていうのをね、もっと国でやっていくべきだと思うし、そういうムーブメントというか、そのオーガニゼーションをちゃんとやんなきゃいけないなとも、思ったんですけれど。私たちはいろいろな方法で調査をし、とても有益な結果を得ます。認識を改めさせられることもあります。政策を作る際は強力な証拠となります。政府に主張する際にも重要になりますし、アートの議論に馴染みのない人にも有益です。芸術分野で働く私たちは理解し合えるとどなたかが言いましたよね。でも昨今は教育や医療分野との共同もあり、必ずしも全員がアートの価値を理解していません。彼らへの説明に調査結果は有効です。ただ私たちが資金提供する組織では KPI を設定しています。プログラムの包括性や労働者の多様性を定量的に報告してもらっているのです。
観客を多様化する方法の調査も行いました。また観客側に歩み寄れているかが大事なので、その進捗の測り方も調査しています。調査は非常に有益です。私たちが担う責任を果たせているか確かめられます。また人々のニーズも発見できます。観客を理解し続けることはとても重要です。特に公的資金が関わっている場合は、全国民への説明責任があり、社会への還元が必要ですからね。アートは創造的で新しい発想の源ですから、社会全体で関わるべきです。なんか見習わないといけないですね、日本でも。はい。多分それにつながる質問なんですけれども、まずその調査にも資金がかかる、結構大きな調査をしているのでかなり大きな資金がかかっていると思いますし、そのエビデンスが取れた時にそれを使ってまたさらにそれに対する解決策を実行していくのにもやっぱりお金がかかる。そこのなんかこうファンドレイズだったりとか、またそういう具体的な政策アクションにつなげていくところ、そこがなんかどうやってやってるんだろうっていうのはちょっと聞いてみたいです。オーストラリアではエビデンスベースの政策策定が主流です。調査結果を根拠にして政策を練るべきという考えです。調査はそれほど高額でなく、手段もたくさんあります。幸運にも私たちは長年にわたる取り組みとして観客やアーティストの調査を行っています。でも別の方法で情報収集することも可能です。ご指摘の通り、結果によっては解決策の実施も求められます。でも時期を待って実行することもできます。時間をかけて内容を練って目標達成のために必要な取り組みを検討します。そしてクリスさんが先ほど述べたように、常に完璧を求めないことも大事です。大きな変化には時間がかかりますし、さまざまな分野の人の協力が必要です。私たちは変化において確実に役割を果たさなければなりません。例えばメンタルヘルスの政策策定には政府への提言やセクターへの重点分野が必要です。各グループには達成目標があり、それぞれが役割を発揮します。構造の変更には協業が不可欠です。そうですよね。なんかそこら辺がこうシームレスにプロセスがつながってるっていうのが、もうなんかそういう仕組みとしてオーストラリアは出来上がってるのかなっていうふうに思うと、なんか日本はそうなってるだろうか、なんかそうなるといいなっていうふうに思いながら聞いていました。で、あと先ほどジョージーさんのプレゼンの中で民間企業とかそういうそういう民間のセクターとの協業みたいな話もあったと思うんですけれども、その民間の方たちにこのアートに投資することがいかに意味があるっていうことをどのような形でこう説得というかプレゼンしているのか聞きたいです。例を挙げましょう。1970年代のことです。企業の無形資産と呼ばれるもの、つまりブランドイメージや企業の営業権を指します。それらは企業の約 16% の価値とされました。50年以上前の話です。現在これらの価値は、つまりブランドや組織の認知などの無形資産は資産価値の 75% 以上を占めます。ソーシャルライセンスという概念があります。企業が事業を行う際に社会に受け入れられることです。これは非常に重要です。
社会が許しがたいと感じる行動を企業が取れば、企業価値が下がってしまいます。現代社会で企業や組織が負う大きなリスクです。組織の取り組みに社会から賛同が得られなければ、ダメージを受けやすくなります。今では多くの組織が社会的責任を掲げています。環境問題への取り組みや社会貢献などです。これらの多くが国連の SDGs に関連しています。つまり、社会課題の解決に関する目標です。これらは社会の信頼を得る機会を与えてくれるため、非常に重要です。芸術文化も同じ役割を果たします。文化への関わりが強い人々は、芸術分野の組織により強い信頼を感じます。だから、アートは価値あるリソースです。なぜかというと、芸術文化がもたらす効果の一つは、深い関係性です。心の結びつきという感情的な影響を与えます。組織や社会と心のつながりを持つことは非常に価値のあることです。現代では難しくもあります。でもアートには力があります。組織が事業を継続したい場合には、心のつながりを築く方法を考えるべきです。芸術文化こそ有効なリソースになるでしょう。素晴らしいですね。素晴らしいです。今の録音して多くの企業の人にこと聞いてもらいたいなって思いました。それをこうエビデンスを持って説得していくっていうことがね、数字の力その数字のですね。力は本当に大事だなって思います。本当にやり方をねよく学ばないといけないし、その芸術文化への参加がその世界社会に対する信頼感につながってるんだって、その根幹のなんか誰もがそこを信用するっていう、そこも文化なんでしょうけれども、それも含めてね、なんか大変ちょっと羨ましいというか、きちんと組み立てがあって素晴らしいなというふうに思いました。さてそろそろですねお時間なんですが、作戦によるとですよ、最後は、これ東京の主催であります東京都のなので、東京に対するメッセージとか期待をそれぞれ伺いたいというふうに思っているんですが、一言ずつお願いしたいと思います。じゃあ内田さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、今日ちょっとプレゼンではあんまり話さなかったんですけれども、我々のプログラムではその日本の文化っていうことを非常に重要視してるんですね。で、日本ってやっぱり長い文化が続いてるっていうのも世界で最も文化の継続が長いところですし、あと今だとその日本の文化の代表っていうとアニメとかね、漫画とかっていう IP もあって、でそれどっちも結構すごいこの想像力、妄想力がめちゃめちゃ強い国民だと思うんですよ。でそこだけはね、ある意味ルールとかそういうルールとか数字とかは組織とかはちょっとぐちゃぐちゃっとしてるところもあるんですけれども、妄想力は本当に世界でぶっちぎりというかだと思っていて、それがその多様性の話で言った時に他者を想像する、他者を思いやるみたいなね、そういう力とか、あとその人間だけじゃないいろんなものがつながってるぞっていう、そういう感覚を持つ力はすごくあると思ってるし、例えば国民みんながなんかドラえもんとかね、サザエさんとかね、ワンピースの彼らがなんかいるんじゃないかぐらいな感じで生活してるみたいなことも含めて、なんかその東京の他者を想像して、何かを作っていったり、なんかいい自分になっていくみたいな、そういう力っていうのをねうまく今日みたいなテーマの
なんか軸にしていけると強いんじゃないかなって思っています。はい、ありがとうございます。じゃあジョージさんお願いしてよろしいですか。東京へのメッセージですね。東京はさまざまなエリアで構成されています。主流文化やサブカルチャーが世代を超えて混じり合い、多様性に富んだ巨大な都市です。オーストラリアとは別世界です。エリアごとに異なるアイデンティティがあり、東京の各エリアに固有の雰囲気があります。またそれらは丁寧に管理されています。何年も前に私は戸越銀座に住んでいました。とても下町情緒があり、年配の方に優しいエリアです。同じ空間に多様な人々がいて、さまざまな関係を持っていました。それがきちんと機能しています。多くの課題を考える上で、とても参考になります。すでに豊かな多様性があり、うまく回っています。課題解決へのアプローチに応用できると思います。ありがとうございます。じゃあクリスさん、締めの言葉も含めておっしゃっていただいて。はい、今日は2時間お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。そうですね、実はこのテーマ、セッションテーマを提案したのは私なんですけれども、あまり日本ではまだ語り尽くされてないテーマかなと思って今回こういうテーマをセッティングしました。で今日オーストラリアからジョージさんお越しいただいて、すごくいろんな日本人としてまだまだ学べるいろんな戦略的な部分も含めて学べることがたくさんあったなと思いますし、なんか内田さんにはすごくその未来を見せていただいたなと思って、ますますなんか東京で作品を作っていくことに少し希望が持てるというか、ワクワクするお話を聞けたなと思います。でなんか東京のパラリンピックをコロナ禍に歯を食いしばりながらなんとか作ってきて、でもう過去のことみたいになってしまっている部分もあるかもしれないんですけど、でもなんか東京大会に向けて結構培ってきたものというか、日本には日本なりの良さがあるよねみたいなところのお話もいただけましたけど、その辺を生かして作り上げてきた、無形の文化とか無形の財産みたいなものがあるので、なんとかこういうものを扱うしている東京だったり東京都の皆さんだったりと一緒に東京のみならず世界各地に発信していけるような活動を今後も皆さんと作っていけたらいいのかなっていうふうに改めて思いました。はい、松田さん、こんなたくさんいろんな話を今日はモデレートしてまとめていただいたと思うんですけど、ありがとうございました。クリスさんのまとめが大変素晴らしかったので、時間も来ましたのでこれで終わっていこうと思います。で、多様性を語る時の多様性みたいなことを僕は今日はすごく感じて、やっぱり文化が異なるってことは見えてる世界が違うなっていうふうに改めて感じたところであります。ではこの辺にしましょうか。会場の皆さんも長時間ご清聴いただきましてありがとうございました。今日のご登壇のお三方に拍手をいただいてマイクを司会に返そうと思います。どうも皆さんありがとうございました。内田様、マクリーン様、クリス様、松田様、どうもありがとうございました。